私もずっと悩まされているメタグループ、Facebook だったりとか、Instagram だったりとか、WhatsApp とかですね、そういうのを運営する巨大ガーファムの一角なわけですけれども、かねてより私が言ってた通り、私とか前澤友作さんのね、詐欺広告で騙されてる人たちたくさんいらっしゃるわけですけれども、僕たちはどうしようもできません。僕に通報されても何の対策もできません。メタに行っても止まんないですから。なので、捜査機関、警察とかですね、そういったところが動いてくれない限りこれ止まらないと思います。警察にどんどん通報してください。そうすると、奴らも重い腰を上げてメタを操作するかもしれません。ただやっぱり日本の警察っていうのはアメリカのこういったグローバルテック、でっかい企業にですね、弱腰なんで、日本人はね、簡単にホイホイ捕まえるくせにね、アメリカ企業には弱いんだよね。今始まった話じゃないですけど。ということで、実はですね、これロイター通信が報じたんですけれども、2024年度のですね、年間売上高の1割に当たる160億ドル。日本円にすると2兆4500億円にもなりますけれども、これが、詐欺とか販売禁止品とか不正広告によるものだというふうに予測をしているという社内データが、流出したわけですけれども、つまり分かってたってことですね。彼らはね、AI を使って詐欺広告を判定してるっていうふうに言ってましたけれども、明らかにやばいみたいなやつ以外は放置してたわけですね。なんならですよ。これは詐欺かもしれないね、みたいに AI が予測したものに関しては課金額を上げてたんですよね。彼らはそれをなんて説明してたかっていうと、いや、詐欺かもしれないんで、広告料金上げたらやめるかなと思ってそういう風にしてましたって言ってんだけど、これって詐欺の片棒担いでるだけじゃん。詐欺は儲かるから、もっと重課金してもいいよねっていう。つまり、詐欺だと分かって放置をしている上にですね、重課金をしているっていうですね、もう二重で儲けてるメタっていうね、詐欺師に自分たちの広告を売る手先をさせて、そいつらが犯罪に手を染めやすいようなですね、環境づくりをしているのは他ならないメタ社なわけですよ。これをだから内部文書で出たってことは、これ分かってて、マーク・ザッカーバーグも分かってて、俺たちの売り上げの1割とかじゃないと思うんだよね。もっとあると思うんですけど、2、3割とか下手すると。が詐欺広告であって、我々は詐欺広告で儲けてると。その内部文書にはですね、この詐欺広告を削除した場合、売り上げがね、飛んでしまうというふうに書いてあったりとかしたらしいんですけれども、これ大スクープですよね。どうせそんなこったろうとは思ってましたけれども、実際にこういった文章が出てくるのと出てこないのではですね、大きな違いなんですよね。これはもう本当有意識問題で、あとですね、僕、この間も言ったかな、今、僕の広告とかって、Facebook に出そうとしても、自動では出ない。自動というか、オンライン申し込みとかで出なくて、認定代理店みたいなものがあって、その認定代理店経由でしか広告が出せないっていうふうに言われてるらしいんですね。その認定代理店を通せばですね、僕の肖像とかを使ったやつが出せるらしいんですけど、それって認定代理店もグルなんじゃないのっていう、認定代理店が詐欺広告を扱ってるわけですから、詐欺広告を扱ってる会社がだからその認定代理店を通して、認定代理店もこれ詐欺だなって分かりながら、儲けのために、僕はこれも幇助だというふうに思っても差し支えないかなと思います。だってもう2兆円を超える売り上げですよ。なくなったら痛いよね。もう利益がもう丸ごと吹っ飛ぶぐらいな感じじゃないですか。なのにもかかわらずこれを放置してるっていうのは有意識問題で、これはね、アメリカの司法省も頑張ってほしいし、日本の警察、検察も頑張ってこれ摘発してほしいですよ。マジで。まともに僕をちゃんとお金を払って起業している広告主にも迷惑だし、実際詐欺に引っかかる人もいるわけで、実害もめちゃくちゃ出てるわけですから、これは何とかしてほしいと思っておりますということで、日本の警察頑張ってください。いってらっしゃい。